愛です。あかりだよ。イメージした髪型にしたいけど呪文がわからない。2色以上の髪色にしたい。愛知、教えてちょうだい。適切な呪文を入力しないと、イメージした髪型の画像生成をすることができない場合があります。この動画内では、髪型、髪色、髪飾り、帽子の呪文を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。呪文を紹介する前に先に伝えておきたいことがあるのですが、モデルによっては何度画像生成しても適用されない髪型などがあります。例えばリーローラのモデルでは、決めカットとプロンプト内に入力しても学習されていないので、決めカットにはなりません。特定の髪型や場所などは、そのモデルに学習されているのか、されていないのかによって画像生成できる場合とできない場合があるということを覚えておきましょう。ですから、どうしても姫カットの画像生成をしたい場合は、別のモデルに切り替えて生成するようにしましょう。まず最初に髪型の呪文から紹介していきます。髪をうなじ付近まで短めにしたい場合は、ショートヘアの呪文を入れましょう。モデルによっては肩付近までのミディアムヘアになってしまう場合があります。何度か生成しても想像したショートヘアにならない場合は、対処法として別のモデルに切り替えるようにしましょう。髪を肩くらいまでの長さにしたい場合は、ミディアムヘアの呪文を入れましょう。髪をお尻付近までの長さにしたい場合は、ロングヘアの呪文を入れましょう。モデルによっては地面まで到達するくらいのロングヘアになる場合があります。髪を波状にしたい場合は、ベイビーヘアの呪文を使いましょう。髪をくるくるさせたカール状にしたい場合は、カーリーヘアの呪文を入れましょう。髪を強力に巻いたツインテールにさせたい場合は、ドリルヘアを使うことで可能になります。短めのツインテールにさせたい場合は、ショートツインテールヘアの呪文を使いましょう。ツインテールでお尻付近までの長さにしたい場合は、ロングツインテールの呪文を使用しましょう。後ろに髪を束ねた髪型にしたい場合は、ポニーテールを入れましょう。横側の片方に髪を束ねるスタイルにしたい場合は、サイドポニーテールの呪文を入れましょう。サイドポニーテールはなかなか生成することができないよ。何度が生成しないと再現できない場合があります。モデルによっては反映されない場合があるので、別のモデルに変更しましょう。エニシング V5 モデルでは生成することができるので、ぜひ使用してみてください。三つ編みにしたい場合は、ブレイドヘアの呪文を入れましょう。襟足付近から髪を揃えたスタイルにしたい場合は、ボブカットを使用しましょう。左右にお団子のスタイルにしたいなら、ダブルバンの呪文を入れることで可能になります。次は髪質についてですが、シャイニーヘア、シャイニングヘア、シャイニーグロッシーヘアの呪文を入れることで、通常よりも髪の光沢感、輝かせる表現をすることができます。呪文の後にコロンを入れてから数値を 1.4 にすると、さらに光沢感が強くなるので試してみてください。すごいテクテク感が出るようになっていいね。次は髪色の呪文について紹介していきます。ツートンヘアの呪文は2色ではなく3色になる場合が多々ありますから、何度か画像生成しましょう。ツートンヘア、マルチカラーヘアはモデルによっては適用されない場合があるので、
別のモデルに変更して試してください。なかなか生成されにくいので、何度か画像生成してみてください。レインボーヘアは虹色のグラデーションのようになりやすいモデルと、メッシュのように別々で色分けされて画像生成されやすいモデルがあります。レインボーヘアは漏れなく背景で虹が出るようになるよ。虹を出したくない場合はネガティブプロンプト内に、レインボーバックグラウンド、1.3閉じるなどの呪文を入れて、背景で虹が出る要素を省くといいでしょう。次は髪飾りの呪文について紹介します。頭に花飾りをさせたいときはフラワーヘッドの呪文を入れましょう。横側に花飾りをさせたい場合は、サイドフラワーヘッドを使用すると可能です。ラビットヘッドでは黒耳になる場合があります。白耳にしたい場合は、ホワイトラビットヘッドの呪文を入れましょう。耳の部分は途切れて生成されやすい傾向にあります。髪飾りの呪文は、服装や背景にも影響が受けやすい傾向にあります。例えば、花飾りの呪文であるフラワーヘッドを指定した場合に、頭に花飾りをしますが、背景にも花があったりする時があります。そういった時の対処法としては、ネガティブプロンプトにフラワーバックグラウンドと入れて、背景から花を省く呪文を入れるといいでしょう。また、髪飾りの呪文を入れてもなかなか生成できない場合は、呪文の後にコロンを入れてから 1.3 くらいの数値にして影響度を強めることで、生成できる場合があるので試してみてください。次は帽子の呪文について紹介します。まとめです。あらかじめ理想の髪型をさせるための呪文を知っておくことで、すぐに画像生成できるので時間短縮につながります。今回紹介した呪文をぜひ参考にしてみてください。以上で髪型、髪色、髪飾り、帽子の呪文について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。